しゃいませ。お待ちしておりました。どうぞおかけください。本日のお悩みは、なんとなく疲れが取れないということですね。眠れてないんですか？なるほど。私の治療は薬草というかハーブを使って行いますが、まずハーブはあなたご自身で選んでいただく必要があります。それで一杯飲むだけで体が少し楽になる、そういった治療とは言い難いんですけれども、そういった処置をいたします。何かご不明な点はありますか？もちろんこういったハーブの力を借りるんですけれども、またお客様の知識は必要ありません。どれがどんな効能があるのか、そういったものは一旦考えなくて大丈夫なので、はい、それで選んでもらう前にお客様の何と言いましょうか、第六感というか感覚を研ぎ澄ませるという処置を行います。簡単に言うと浄化ですね。浄化をして、それだけでも少しは体が軽くなったりとか、少し楽になったな、息が吸いやすいなという感じになると思うんですけれども、そのまずお客様の感性というか、そういう研ぎ澄ます作業を行いますので、よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか？はい、では処置に入っていきますので、リラックスしたままお待ちください。まずはこちらを使います。ホワイトセージというものです。そしてこちらが池蝶貝と言います。なぜこういった浄化のアイテムがこういう貝の上に乗せられる、そういうことになっているのか知ってますか？これはですね、何とお伝えすればいいでしょう。世界の4大要素というものはご存知でしょうか？世界のというか、何というか、まずは火、それから水、そして土、風、この4つが揃うと浄化を最大限に引き出せると言われています。まずこれは本場で使われる貝とはちょっと違うものなのですが、池蝶貝といって、そうなんです。本物はもっと別の貝ですね。磨けば磨くほどオーロラのような色になる、そういった貝殻を使
使うんですけれども、この池町貝は見ていただけるとわかるかと思いますが、真珠を作る貝なので、この真珠の作る途中の過程のようなものがあって、すごく可愛いですよね。淡水の貝なんですけど、淡水で生息するこの貝はお水を浄化すると言われているそうなんです。言われているというか、こうお水を吸ってろ過してきれいにして排出するみたいな感じですね。なので浄化の効果がある貝として、こういったパロサント、違います、パロサントは後に使うんですけど、ホワイトセージやパロサントを置く台、器として使われるんです。先ほど言いました火というものは、これに火をつけますよね。ホワイトセージに火をつけるので火。そしてホワイトセージは何かというと、土から栄養を吸い上げて上に生えてきます。これがなので土で、ここから何が出るかというと煙ですね。煙が風という意味合いになります。そしてこの貝が水、そういった4大要素を取り入れた最強の浄化アイテムとなっております。はい、それではまずは火をつけてまいりましょう。マッチの方がいいんですが、しっかりと火をつけないと煙が出ないので、まず火をつけてまいりますね。煙がたくさん出ているのが見えますでしょうか。これを浴びてください。そうです、自分の方に寄せてください。呼吸は深く吸う必要はありません。煙なのでむせてしまいますから、優しくゆっくりと呼吸してください。これが浄化の煙です。
目をつぶっていても大丈夫ですよ。はい、結構長く出るでしょう、煙。そうなんですよ。浄化ってだいたい結構煙で行うこともありますので、無線香の煙とかですね、パワーストーンなどの浄化もこういう煙を当てることでできるんです。そうなんです。なのでたくさん煙が出る方がいいんですよ。そうです。ではこちらを置いておきましょう。次に先ほど言い間違えました。パロサントをお出しします。こちらがパロサントでございます。ただの木に見えると思いますが、浄化効果の高い木です。香りもすごく、先ほどは結構草花のすっきりした匂いだったと思うんですけれども、こちらはちょっと甘くかぐわしい香りがします。はい、ではこちらもしっかり火をつけないといけないので、しっかりとしっかり乾燥してましたね。よく燃えます。今はちょっと黒い煙なんですけど、あまり吸わない方がいいですよ。そしてこれを消します。そうするとこうやってたくさんの煙が出ます。ちょっと甘い香りですよね。そうですね。ではもうちょっと燃やした方がよかったかしら。しっかり燃やさないと煙が持続しないんですよ。さっきのホワイトセージと違ってよいしょ、こちらは木なので芯の部分までちょ
わせないと煙が持続してくれないので、しっかり燃やしますよ。そうです。はい、結構燃えてますね。危ないですからね。火を扱うときは注意しないといけませんね。さあ、だいぶ燃えます。よし、しっかり燃えた。はい、たくさんの煙が出ております。深くは吸わなくていいので、軽く自分の方にこうやって向けてくださいね。さあ、こう煙を浴びるよう。あ、結構香り好きですか。よかったです。この煙が浄化効果高いですから。さあ、少し軽くなっていますか。ちょっと肺が回ってしまうんですよね。これもちょっと危ないところです。自宅で行うときには注意しないといけません。こちらもこの貝の上に乗せておきます。煙がこの部屋の中に充満するということは、それだけこの部屋全体が浄化されたということになるので、すごくいいことなんですが、灰をかぶらないように。お顔にもついてないですね。はい。さて浄化終わりだと思いましたか。まだですよ。まだまだすっきりします。肩の重さとか少し変わったりはしてないでしょうか。なんとなく変わったかもしれない。なんとなくでいいんですよ。それでいいんです。次はこのキャンドルの炎を見ていただきます。ちょっとつけちゃって黒いんですけどね、大丈夫です。次はマッチでつけましょう。こちらでしたらマッチでもしっかりとつくと思います。どちらかというとマッチの方が好きなんですよ。なんだか
ても自然なような気がして、なんとなくですけどね。ただちょっと苦手でいきますよ。この音もいい。つくかな。ついた。このマッチの炎が手に迫ってくるところがちょっと苦手なんですよね。でもきちんとつけられました。次は炎をじっと見ていただくと同時に、この音、小さい音ですけど、じわじわと木が燃える音がしますよね。これがとっても癒しに効果がありまして、浄化とともに心をよりリラックスすると、より自分の気が溢れ出るようになります。オーラみたいなものでしょうか。説明するのは難しいんですけれど、ではしっかり炎を見てください。揺れますね。目をつむっても音を聞くっていうのも大事なんですけど、まずは目を開けてゆっくり動かしますよ。こっちゆっくり、それからこうやって炎が揺れます。少し香りもありますね。ちょっと先ほどの煙が香りが強いものですから、そんなに香りは感じないですけれど、揺れる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 、ぐるーっとぐるーっと炎が揺れます。揺れる炎を見てくださいね。ゆっくりゆっくりゆっくり揺れていきます。では次は目をつむりましょう。耳に神経を耳の神経をリラックスしながら使っていただきます。消してしまいました。少々お待ちください。
目を開けて大丈夫ですよ。これはこのままつけておきましょう。こっちに置いておきます。それでは次に、疲れてないですか？大丈夫。では次に参ります。これはクリスタルです。これをあなたの額に近づけます。感じるままリラックスしていってください。あなたの額に近づけて、このクリスタルの浄化効果がとても高いので、深く呼吸してみてください。どうですか？なんか呼吸しやすくないですか？そうなんです。それではまた次は音を聞いてもらいましょう。ムーサと言います。クリスタルでとこうやって触るだけでもちょっと音はなるんですけど、クリスタルと合わせて鳴らすことで浄化の高い音が出ます。いきますよ。高い音なんですけど、そんなに嫌じゃないですよね。キーンというよりかは澄み切った冷たい空間で鳴る氷の割れる音のような、石がパリンと割れた時に鳴る、その鉱石が出す美しい音のような、そんな音が鳴ります。目をつぶってみましょう。はい、目をつぶってくださいね。感覚を耳に集中して、
音の大きさではなく響きに。では最後、はい、目を開けて大丈夫ですよ。大きく息を吸って、ふーっと出す。もう一度。そしてもう一度。どうですか？結構楽になったんじゃないでしょうか。私も同じように浄化のこういう気に当てられているので、すごいすっきりしています。はい、では次ですよ。最後はこれです。これはハーブで作られている陳気というものです。何かと言いますと、アルコール、だいたいウォッカなんですけれども、アルコールとハーブを2週間以上漬け込むことで薬効成分を取り出して、でそれをちょっと取ってハーブティーに入れるだとか、ハーブティーというか紅茶とか、そういうちょっとだけ取って、お茶やお水にも入れて薬効成分をなんて言えばいいんでしょう、効率よく取れる、そういうものになっております。ちなみにこの中に何が入っているか、私の企業秘密でございます。散々いろんな浄化をしましたが、最後はこれを。眉間の間、特に第三の目があるようなところにちょんちょんと当てます。それだけです。よいしょ、ちょっとつかみにくいですね。さあ、失礼しますよ。ちょっとひんやりするだけです。はい、さてそれではお待ちかねのハーブ選びのいきましょうか。一つずつ香りを変えていただきましょう。これだと思ったものはこれだと言ってください。きっとわかりますよ。これはどうですか？ダンデライオンルートと言います。西洋タンポポの根っこです。そんなにじゃあ違いますね。
はマテです。マテ茶。カフェインが入っております。どうでしょう。あんまりピンとこないですね。では次。よし。ラズベリーリーフ、ヨーロッパキイチゴの葉っぱです。少しこうやって混ぜた方が香りは分かりやすいかもしれないですね。どうですか。じゃあ違いますね。次はネトル。どうでしょう。違う。大丈夫ですよ。わかりますから心配しないでください。次はこれエルダーフラワーです。見ての通りお花ですが、そんなにお花っぽい匂いはしないです。どうでしょう。違うみたいですね。では次は次はハイビスカスとローズヒップです。これはね、大体セットなものでもう入れちゃっているんですよ、同時にね。どうですか。ちょっといいかも。ちょっといいかも。なるほど。一旦置いておきましょう。次はマルベリーです。マルベリーどうでしょうか。結構お茶のような匂いがしますよね。ピンときているわけではなさそうですね。ではこれは違うと、こっちに移動して、これはどうでしょう。セイント・ジョンズワートと言います。いかがでしょうか。なんか好きかも。
じゃあこれかもですね。ちなみに飲んでいる常用薬とかなんでしょう、とにかく飲んでいるお薬などはないでしょうか？特になし。時々痛み止めぐらいですかね。なら大丈夫でしょう。こちらのセイント・ジョンズ・ワットはですね、明確に医薬品として、エビデンスがあるもので、併用できない薬が明確にあります。禁忌と言われるものですね。なので注意はしないといけないんですが、でもこれもいいものですよ。ではまずこれと、これはどうでしょうか？マローブルー、青いお茶になります。お茶というかハーブティーですね。そこまでピントはきてないみたいですね。次ですか。これはどうでしょう？パッションフラワー。いいですか？なんとなく気に入る感じですね。じゃあこれも。それとこれですかね。結構私は香りが好きで、エキナセアと言います。どうでしょうか？そうですよね。気に入る方にとっては甘い香りに感じると思います。ではこれも。それとちょっと毛色が違うんですけれど、パックになっているものです。どうでしょう？多分気に入ると思います。どうですか？そうですよね。そうだと思いました。それからこれは私もよく飲むので、この袋の中に小分けにして入っているのですが、嗅いでみてください。そうです。ペパーミント。気に入ったみたいですね。ではこれ。こちらに置いてみましょう。これであなたの今回必要なハーブが出揃いました。私の裏の倉庫にはもっとたくさんのハーブがございますが、あなたに合いそうなものを
こちらに出してきていたんですよ。そうです。ではハーブティーを作りましょうか。
れがあなた専用のハーブティーです。もう少し蒸らしてからお出ししましょう。なので少々お待ちください。気分はいかがでしょうか。ハーブティーを飲む前でもだいぶ楽になったかと思います。それではハーブティーを蒸らしている間に簡単にお客様が選んでいただいたハーブについてご説明いたします。まず一つ目はセントジョンズワート。これは鎮痛鎮静に効果があります。抑うつ状態の方にも用いられます。先ほど言った、併用ができないお薬があるというものがこちらのセントジョンズワートというハーブです。次にパッションフラワー。これも鎮静に効果があります。精神性、抗精神性ハーブといって、これもストレスだとかからくる緊張、それから頭痛、不眠症などにも効果があります。それからジャーマンカモミール、これも似たような効果があって、リラックスさせる、そういった効果がございますので、このようなハーブを同時にブレンドして飲むとそれぞれの効能が高め合って相乗効果が期待できるものです。ちなみに、最後に選んでいただいたミント、そうです、ペパーミント、それもリラックス効果があるものなのですが、ペパーミントは先ほど3つ紹介したものとは違って一旦体をちょっと興奮させます。ちょっと説明が難しいので、こういう興奮させるというふうに言わせていただきます。それで一旦興奮したものがスーッと落ち着いてくるときにリラックスしていけるようなものになっています。例えばお風呂に入ると体が一旦温まります。そして徐々に体が冷えていくことに睡眠に入りやすくなるといったものをもしかしたらご存知かと思いますが、そういった感じですね。一旦ギュッと力を入れてはっと体をリラックスさせた時によりリラックスできる、そういったイメージです。すっきりしているので胃腸にも効果があります。胸焼けとかそういったものにも効果がございます。それからもう一つ、最後ですかね、エキナセアを選んでいただきました。これは免疫力を高めるハーブです。風邪やインフルエンザの予防に使われます。そうです。いろんなハーブがある中でお客様がこれだとピンときたものはやはり心と体が疲れているという状態だったということで、五感をすべて使って選んだハーブが今のお客様にとても合っているものだと思います。はい、では蒸らし終わったのでハーブティーをお客様にお出ししますね。
きました。こちらがお客様が選んだ最高のブレンドティーでございます。どうぞお召し上がりください。飲んでいる間にお土産をお作りしますね。飲み終わりましたか？では最後、こちらはお土産です。先ほど選んでいただいた時にちょっと気になると言っていただいたものがハイビスカスとローズヒップでございました。これは酸味が結構あって、クエン酸植物酸、リンゴ酸だとかそういったものを豊富に含むハイビスカス、それからビタミン C とを豊富に含むローズヒップが同時に取ることによってより相乗効果で美肌や疲労回復に効くものです。お茶というものはだいたい利尿作用がございます。これもそうですし、利尿作用があるものも入ってますし、こちらもそうですね。利尿作用がございます。大体の植物はほとんど利尿作用があると思ってもらって構わないというくらい利尿作用がございます。なのでデトックスになると思ってこういったものハーブティーを飲んだ後はしっかりとただのお水を飲んでください。そうです。お水もしっかり飲んで体から毒素を出すということです。それが一番体を大切にしているということになります。お客様はエキナセアという免疫力を高めるハーブも選んでいらっしゃいましたし、これは明日の朝にでもお湯で蒸らしてそうですね、蒸らす蓋があった方がいいです。こういったハーブはですね、水溶性成分と脂溶性成分といって水に溶けやすく、また揮発性もございます。溶け出した後に空気中に分散してしまう成分があるんですね。なので蓋をしっかり閉めてお湯で蒸らしておくと、揮発しようとした成分がまた水滴になってコップの下に落ちてくれますので、まずは5分から長くて10分くらいですかね、蒸らして飲んでみてください。はい、ではこちらどうぞ。はい、今言ったようにしっかり水分取ることを忘れずに
元気に過ごされ